今よりも一歩幸せに。どうも、釣りって学べるです。今回は冬の釣り場の選び方について解説していきます。冬の時期は他の季節のようになんとなく堤防に行っても魚を釣ることはできません。わざわざ寒い冬に釣りに行くわけですから、なんとか魚を釣りたいですよね。この動画で冬の釣り場の選び方について勉強すれば、様々な魚を釣ることができる可能性が大いに上がります。もしあなたが基本的にはオフシーズンと言われている冬でも魚を釣りたいと思うのであれば、この動画を見て一緒に勉強していきましょう。ということで本日の結論です。適水温を知る。冬だから釣れる魚を選ぶ。管理されたポイントも狙う。この3つの結論について解説していきます。コメント欄で釣り場にまつわる思い出やおすすめの釣り場なども募集しております。この動画が冬の釣り場選びの情報交換の場としてご活用いただけましたら嬉しいです。冬はこの場所が釣れるよとか、ここは厳しいねなどの一言でも大丈夫です。ということで本日の目次です。冬に魚が釣れにくい理由。低水温を好む魚。冬に狙うポイント。そして動画の最後には特典パートとしていつもは料理をご紹介していますが、今回は出刃包丁の選び方についてご紹介いたしますので楽しみにしていてください。まず、冬に魚が釣れにくい理由を解説していきます。それは海水温の低下が影響しているということです。これまで当チャンネルでは冬の釣り物について何種類か解説してきました。そこで必ず触れてきたのが魚の適水温です。この適水温はどんな魚種もだいたい15度前後が活発に活動できるかできないかの境目になっています。そして冬の平均水温は適水温を大きく下回る10度前後なので、多くの魚は水温が安定する深場に落ちてしまいます。誰でも寒い冬は外に出たくないですよね。これは魚の餌となる小魚やプランクトンにも同じように影響があるので、より魚がいなくなってしまうというわけです。ただ、すべての魚が低水温を嫌うかというと、そういうわけではありません。冬だからこそ釣れる魚も存在します。スキーやスノーボードも冬だからこそできますしね。例えば、冬にハイシーズンを迎える魚の代表格として、メバルとカサゴが挙げられます。しかも、どちらもチャレンジしやすい魚です。この2魚種については、以前に冬シリーズの一つとして、それぞれ解説していますので、ぜひ参考にして狙ってみてください。それでは、冬に狙うべき代表的なポイントを6箇所ご紹介します。まず1箇所目は、水深が深い港湾部です。船の通り道のことを三尾筋と言いますが、そこは駆け上がりになっていて、餌などが溜まりやすい場所になっています。さらに、タンカーのような大型船が出入りするような規模が大きい港湾部は、水深も深いので、特におすすめとなります。2箇所目は、温排水が流れ込む場所です。発電所や工場から流れ込む排水は水温が高く、その周辺は必然的に水温が高くなるので、冬でも食物連鎖が起きやすい場所となります。3箇所目は河口付近です。河口付近は海水と淡水が混ざり合い、プランクトンも豊富であることが多いので、それを捕食している魚も集まりやすい場所になっています。
4箇所目は藻が生息する場所です。藻が生い茂っているような場所は魚の隠れる場所が多く、また冬に産卵を迎える魚の産卵場所になることも多いので、魚が集まりやすくなります。5箇所目は海上釣り堀です。釣り堀と言いながらも専用のタックルが存在するほど奥が深い釣りになっています。さらにシマアジなどの普段釣ることができないような高級魚を手軽に狙うことができます。ですから特に長期休暇の時期などは混雑することが多いので予約することをお勧めします。最後の6箇所目は管理釣り場です。もともと渓流が禁漁となる冬の釣り物として誕生した経緯があるので、冬の釣り場としては最適と言えます。管理釣り場はゲーム性が高く、さらに冬季休暇中の屋外プールが釣り場になったりと、アウトドアアクティビティとして人気がある場所です。今回のまとめです。一般的にオフシーズンと言われる冬に魚を釣りたいと思ったら、まずは冬に釣りやすい魚を狙ってみましょう。そして釣りたい魚が決まったら、次にその魚が釣れるポイントを選んでみます。今回ご紹介したポイントは、釣り堀と管理釣り場を除いて、どの魚も共通して釣りやすい場所をご紹介しましたので、ご自宅近くで探してみてはいかがでしょうか。それでは特典パートです。いつもは魚の美味しい食べ方をご紹介していますが、ここでは出刃包丁の選び方についてご紹介いたします。まず、サイズから解説すると、一般的に魚の縦幅を基準にすると良いとされています。つまり、背びれから腹びれまでの長さと刃渡りの長さを同じにしてあげると調理がしやすいということですが、個人で買う場合は何本も買うことはできませんよね。ここで一つ注意点として、最初から取り回しがいいからといって12センチくらいの味切りは選ばない方がいいです。それは包丁にある程度の重みがあった方が刃が走りやすいためです。そのため、まず1本目という場合は15センチから18センチを目安に選んでいただければと思います。次に材質について解説すると、大きく分けて鋼とステンレスの2種類があり、さらに硬さによって青紙、白紙、銀紙などに細分化されています。それぞれの特徴は、鋼は切れ味抜群ですが錆びやすく、ステンレスは切れ味は鋼に劣りますが錆びにくいです。そこで自分で魚をさばいてみたいと思っている方には、最初の1本として切れ味と手入れのバランスがいい鋼の白紙2号をおすすめします。食べることも釣りの楽しみの一つだと思いますので、釣り具同様に包丁にもこだわってみてはいかがでしょうか。おすすめの包丁などございましたら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。釣りって学べるには、Discord を使った釣りコミュニティ、釣りシティがございます。ありがたいことに400名を超える方に参加いただいております。動画内の超過報告などもこのコミュニティで募集しています。もちろん費用はかかりませんから、あなたも住人となって釣りだけでなく様々な情報を共有してみてはいかがですか。登録方法と招待リンクを説明欄に貼っております。リンクをクリックして説明の通りに操作していただければすぐに登録も終わります。釣りって学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。こちらもリンクを説明欄に貼っておりますので、リンクをクリックして友達登録するだけなので簡単です。さらにオリジナルステッカーやキーホルダーも販売しています。こちらも説明欄のリンクから購入ページに飛ぶことができます。釣り場でタックルボックスにステッカーを貼っている人を見かけようものなら泣いて喜びますので、ぜひ購入してください。
釣りって学べるは、今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。本日の授業は以上となります。冬の釣り場選びの授業が今後の超過アップの参考になれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。